君たちの薬は用済みだ。これからは海外製の安価なジェネリック医薬品に切り替えるから、もう取引することはない。日本有数の巨大病院、その院長室で俺と仲間たちは立ち尽くした。待ってください。このジェネリックは本当に承認を得ているのですか？いくらなんでも不自然なところがあって患者さんに処方するには危険です。難病を治療する特効薬を必死の思いで開発したのに、出どころも曖昧な後発医薬品の方を選んだ大病院の院長の選択が信じられない。お前たちが世紀の大発明をしたと偉そうな顔でいられる時間は特許が切れてとっくに終わったんだよ。ほら、とっとと帰れ。待ってください、院長。もう少しだけ話を。目の前でバタンと閉められたドアが俺たちの訴えを物理的に遮断した。父を亡くして数十年、父を殺した病魔を討つべく戦ってきた。だがその果てにこの手が掴んだものは病魔を仕留めた剣の偽物。サンプルとして渡された手の中のカプセル剤を握りしめ、俺は院長室の前で歯を食いしばって屈辱に打ち震えることしかできなかった。俺の名前は宝井博人。今は製薬会社の主任をやっている40歳を回った男だ。この道に進んだきっかけは中学生の頃。やはり製薬会社で働いていた父が難病で亡くなったことだ。かなり珍しい病気で、当時は特効薬がなく対処療法しか打つ手がなかった。父は多忙な人だったが、それでも家族サービスを忘れなかった。だから葬式では涙が止まらなくて、棺にすがりついて、嫌だ嫌だ、父さんを連れて行かないでよと泣き乱して、あの時は相当迷惑をかけてしまった。そんな時、俺を制しながらも一緒に泣いてくれた男の人がいた。ひろとくんのお父さんにはね、本当に世話になったんだ。病気になってからも自分の病気そっちのけで倒れるまで私たちを手伝ってくれてね。その人は川谷という名で父の同僚だった。君と君のお父さんに約束する。この病気を治せる薬を必ず開発するから。いや、それは嫌だ。そんな彼の温かな慰めが少年だった自分を揺り動かした。人に任せていられないと火がついたのか、泣くだけの情けない自分に嫌気がさしたのか。俺が作るから。俺が父さんのかかった病気も、今は効く薬がない他の病気も、世界中のすべての病気を治す薬を、俺が作る。もともと親の影響で薬の成分などは小さい頃から覚えていた。ジフェンヒドラミン、リボフラビン、ヒプロメロース。響きが面白いからという理由で意味もなく口に出しては、お薬博士ね、なんておだてられていたけれど、あの瞬間から俺の人生は文字通り薬漬けになった。難関大の薬学部薬科学科に進学し、大学院にまで進んで研究に没頭し、川谷さんの紹介もあり、とある医薬品開発会社に就職できた。どうして数ある会社の中で弊社を志望されたのですか？はい、御社のことを調べていく中で、父が亡くなった病気の治療薬開発を進めていること、その進捗が他社と比べて最も目覚ましいことを伺い知りました。是が非でも自分にもどうかお手伝いをさせていただきたい。その気持ちだけでここへ参りました。冷静を保たねばならない最終面接の場で不覚にも泣いてしまった。けれど年配の役員の金銭に触れたのか、無事通過し採用。1年半ほど下積み経験を経て、若いうちから特効薬開発に携わらせてもらえた。とはいえ、薬の開発というのは、1個作るのに最低でも9年はかかり、金額も最低でも数百億円はかかる。
当然、試作品は失敗ばかり。とりわけ強い副作用が出やすく、3段階ある臨床試験のフェーズ2にすらいかない。それでも、俺は諦めなかったし、プロジェクトのメンバーも諦めなかった。途中からはプロジェクトリーダーに抜擢され、部下を引っ張って父の病気の特効薬作りを頑張って。俺がメンバーに加わってから10年の月日が流れ、薬は臨床試験を突破。さらにもう10年かけ、とうとう厚労省からのハンコをもらって、俺たちの薬は世に出ることになったんだ。いつ来るかわからない発作に怯える日が来なくなるとは思いませんでした。今はリハビリで少しずつ体力をつけています。家に帰る日が楽しみでなりません。そんな感謝の手紙が山ほど届いた。富士の病魔を切った勇者たち、なんてタイトルでドキュメンタリーの取材まで来たほどだった。全国の病院からも、ぜひ当院にて一度お話できないでしょうか。話題の新薬はいかほどならお取引させてもらえるでしょうか。といった問い合わせが相次ぎ、治療薬の取引に奔走し、父のかかった難病はもはや治る病気となった。気がつけばもう40代。あの時の父と同じくらいの年になってしまったが、ようやく墓前に報告することができた。肩の荷は下りたかい？手を合わせている俺の後ろから一人の男性が話しかけてきた。振り向くと、そこにいたのはかつての父の同僚、川谷さん。俺が葬式で泣いていた時に一緒に泣いてくれたあのおじさんだ。もっとも、今では俺がおじさんなのだから、彼も初老くらいだが。どうにか一息つけました。君の活躍は聞いているよ。無理はしないようにね。お互い年を取ったしね。誰かさんは年を取らないんだけどね。おかげさまで、そろそろ親父と逆転しそうです。そんな話をして、久しぶりに心底ほっとした気がした。しかし、安寧の時はそう長くは続かなかった。主任、大変です。騒ぎも落ち着いてから数年。今日も研究に精を出していた俺たち研究チームのもとに、一人の MR が駆け込んできた。MR とは医療情報担当者のことだ。言ってみればうちの営業さんで、病院や施設などに自社製品の有効性や安全性などの情報を提供し、現場に採用してもらうよう働きかける重要な業務を遂行している大切な人材だ。その MR さんが言うには、日本屈指の巨大総合病院から取引中止の連絡があったとのこと。どうやらうちの薬は高すぎるから、最近出た海外製のジェネリック医薬品に切り替えるという。バカな！思わず声に出てしまった。他の研究メンバーも騒然としている。MR さんが持ってきた資料を見ると、確かに破格の値段で卸しているようだ。すみません。本当に一方的に打ち切ると言われてしまって。確かに、新薬開発完了に伴う特許期間は終了したから、ジェネリック品は作っても問題ない。だが、後発の会社が模倣的に開発するには期間が短すぎる。あの薬は製薬の工程で一点難所とされるポイントがあり、そこを抑えられなければ重大な副作用を及ぼす危険性があり、治療薬としての形をなさない。そこのクリアだけで4年かかったほどなんだ。有効成分が分かっても、そのノウハウを知らなければ、あの薬と同じものを作り上げるのは難しい。そう、偽物になってしまうんだ。誤解している人間も稀にいるが、ジェネリック医薬品とは先行して作られた新薬と有効成分及び成分量が全く同じ本物だ。当然、ジェネリック医薬品も厳しい検査を通過して国に承認された安全なものが出回り処方される。安いからといってオリジナルの先行医薬品と比較して効果が低かったり、重大な副作用を及ぼしたり、
変な物質が入っていたりするということはまずない。現に国内のジェネリック医薬品の数量シェアは 79% に上る。安価で確実な効き目をもたらす後発医薬品は医療業界と患者を双方から支える素晴らしいものだ。うちが作った新薬こそが安全安心でジェネリックはダメです。なんて言うつもりはさらさらない。問題はそこじゃない。今俺が思ったようにプロセスの難所をクリアできたのかということ。そしてそのジェネリックを開発した製薬会社が聞いたことのない名前だということだ。俺は長年薬の研究をしてきただけあり、国内の製薬会社はもちろん、海外であっても大きい会社は大抵頭に入っている。しかし、聞いたことがない。調べてみたら、ここ数年で急成長した製薬会社らしく、もっともらしいことは書いてあるが、どうもうさんくさい。本当にこんなものが国の承認を得ているのだろうかと不安になる。これは医学的根拠がどうとかではなく、単純な薬屋の勘というか。ともあれ、このままではまずい。俺は MR さんに指示をして、まずは彼を通して大手病院にジェネリックの使用を保留してもらえるよう伝え、自らも病院に訪問することにした。しかし、院長は全く意に介していないようで、それどころか横兵に言ってのけた。ダメだダメだ。君たちの薬は用済みだ。これからは海外製の安価なジェネリック医薬品に切り替えるから、もう取引することはない。しかし院長、こちらの海外ジェネリック品は、だいたい君たちのところのは高価すぎるんだ。目に見えて抜群に効くというわけでもないのに、見たまえ、ジェネリック品のこの価格を、こんなに安くできるなら、なぜ君たちのところはそうしないんだ。当院から取れるだけ取ってしまおうと、足元を見ているんだろう。院長という立場なのに、何もないところから薬1錠を作るのに、何年の歳月と何百億円の金額が必要か分かっていないのだろうか。ゼロから作っているのですから、研究費も含め高くなって当然です。そもそも新薬とはそういうもので。それは分かっている。だから、ジェネリックさえ出ればもう用済みなんだ。極論、患者が治れば何でもいい。今後は海外製の安価なもので十分だ。お待ちください。このジェネリック品は本当に国から承認されているのでしょうか？製造元も怪しげで、一度比較調査のためにもサンプルとお時間を頂戴できませんか？ MR さんも必死に訴えかけている。俺たちは金が欲しいわけでも、自社の名を上げたいわけでもない。ただ、不確定要素を残したまま患者へ薬を渡すことを食い止めたいだけだ。安全が確認されれば、うちの新薬だろうと、後発医薬品だろうと何でもいい。何度言っても無駄だ。もう決まったことで、再来月からは海の向こうから安価で多い治療薬が入ってくるんだ。向こうで承認されているらしいんだから大丈夫だろう。なんて言い草だ。この男は大勢の命を預かっている自覚がないのか？ジェネリックそのものが悪いわけじゃない。だが、この薬に関しては異様に安すぎるし、信頼性が感じられない。俺は何度も丁寧に説明したつもりなのだが、最後には半ば追い出されるようにして、MR さんたちと共に退出せざるを得なくなってしまった。しかも院長は最後にこんなことまで言ってくれた。うちの影響下にある他の病院も、この後発品を知って次々とあの病気の治療薬をあっちに切り替えているんだ。まあ、コストからすれば当然だわな。お前たちが世紀の大発明をしたと偉そうな顔でいられる時間は特許が切れてとっくに終わったんだよ。ほら、サンプルならくれてやるから、これ持ってとっとと帰れ。待ってください院長。もう少しだけ話を。目の前でバタンと閉められたドアが俺たちの訴えを物理的に遮断した。
やっぱり、うちの新薬を継続して取引してくれる病院は、軒並み減っていっています。そうか。あれから半月ほどが経ち、医療卸販売担当者、いわゆる MS がまとめてくれた報告を受け、俺はため息をこぼした。特許が切れる前は独占的に販売できた新薬だが、実はまだ研究費を回収しきれていない。いかんせんこの薬は風邪薬のように大勢の人が手に取るものではなく、なかなかかかることのないが、かかると厄介な難病をピンポイントで治すもの。すなわち、需要が少ないため、かかったコストに対して見返りが低くなってしまう。一躍時の人となった俺たちだったが、大儲けできたわけではないのだ。ジェネリックは確かに素晴らしい。なくてはならないものだろう。だが、赤字回避のためにも、もう少しだけうちの新薬を使ってほしい。というのが本音だ。もちろん、多くの人を救えることが最優先なのだが、このまま我が社の新薬は手に取られなくなるのだろうか。いや、それよりもあの先走った得体の知れないジェネリックで何か問題が起きてしまうことが心配なのだ。起きても嫌だし、起きなくても辛いという、なんともやるせない思いがこみ上げてくる。ため息を連発して頭を抱えていると、不意に電話が鳴った。受けてみると、相手は父の同僚で何かと世話を焼いてくれる川谷さんからだった。川谷さん、ご無沙汰しています。墓前で父に報告した時に会ったきりだから数年ぶりになる。なんでも川谷さんは父のいた製薬会社から別の会社へ。それも海外で医薬品の調査を受け持つ会社にヘッドハンティングされ、そこで辣腕を振るっているらしい。話は聞いているよ。不自然なジェネリック品の流通に君の会社が打撃を被っているみたいだね。ええ、すっかり参ってしまいました。やはり業界筋というのか、こういった情報も彼の耳に入っているのだろう。心配してわざわざ海の向こうから電話してくれたのか。そのありがたい気遣いに胸が温かくなる。それでね、どうもこっちでもあの会社の作る薬は前々から怪しいという噂があってね、生産体制や人員なども不透明なところがあったり、今調査を進めている段階なんだ。川谷さんはそう言って、よかったら君のところの薬についても合わせて調査しようかと申し出てくれた。本当ですか？もちろん、うちのスタッフたちも現在進行形で両者の比較を血眼になって進めているのだが、欧米などではジェネリック医薬品の普及率が日本より高く、研究や分析の技術も数歩先を行っている。ひょっとしたら何かわかるかもしれない。承知しました。うちの新薬と当該ジェネリックのサンプルをそれぞれ送りますので、どうか。後日、我が社の一縷の望みを乗せた飛行機を会社の屋上から見送りながら、あとは運を天に任せるしかないと腹をくくることにした。へえ、面白いデータだな。それからしばらく経ったある日、俺は紙の束をめくりながら、これを持ってきてくれた仲間たちと真剣な顔をしていた。薬の比較調査について、川谷さんがまとめてくれた報告書がようやく届いたのだ。それを見て、俺はスタッフに問う。厚労省に報告は？先ほど取り急ぎの一報とデータアップロードは済んでいます。改めて主任より連絡をとのことです。じゃあ早い方がいいな。俺は電話を手に取ろうとしたが、まさにその電話がけたたましく鳴り響く。電話の相手は、あの大病院の院長だった。頼む、もう一度あの薬を下ろしてくれないか。海外からのジェネリック品で済ますはずでは。俺は MR、MS を伴って大病院に向かい、院長室で院長と対面した。副院長や看護主任なども同席していたが、皆一様に表情が暗い。
そんな中、手のひらを返したかのように我が社の新薬を欲しがる院長。俺はなんとなくそんな気はしていたが、彼の話を聞くことにした。どうやら海外の後発品を投与したことで、患者の一人に重い副作用が出たらしい。で、どうなったんでしょうか。その患者は一時的に深刻な状態に陥るも、幸いにも我が社の治療薬がまだこの病院に残っていたことから、そちらを投与したことで、今はどうにか解放へ向かっているということだが、父を出したとはいえ、悲劇の別離を予感させられた家族の怒りは、それで収まるものではない。もうクレームが上がり、責任問題を追及されているという。川谷さんの報告にあった通りだ。ジェネリック医薬品が安価なのは、後発ゆえ研究コストがかからないからだ。とはいえ、薬は薬。ジェネリックだって開発に数億円はかかるものだ。普段の海外ジェネリックは一二桁間違えているのではないかというほど破格で、この時点でおかしいとは思っていたのだ。ですから、うちの MR が言ったでしょう。不自然なところがあると。身内に海外の製薬調査に詳しい者がいて、それによってまとまったデータをすでに厚労省に渡してあります。例の難所をクリアできず、副作用のリスクを回避できていないのはもちろん、どうも生産過程に問題があって、質の悪い成分が稀に混入するようだ。しかも何かのかけらのような異物まで入っていたという報告も上がってきている。これらのことから、特定の持病を持っている人が飲むと、最悪命を落としかねないという結果も浮き彫りになっていた。ここまで来ると、もうジェネリックですらない。似て非なる別の薬だ。当然こんなもの、国内で承認されているはずもなかった。この薬は、国内未承認の危ない代物です。それを大量に取引し、患者さんに処方し、重篤な副作用が出たとなれば。わかった。それは十分にわかった。だからもう一度、君たちと取引させてくれないか。提示価格の9割までなら払うから。何を言っているんだ、この人は。今まさに自分の足元が危うい中、ここに来て少しでも安く仕入れようとしているのか。浮いたお金、どうするつもりなんです？まさか袖の下に隠しておいて、不祥事に揺らぐ今の地位を維持するために、よろしくない使い方をする気ではないでしょうね。院長は俺の言葉に固まった。これ自体は釜掛けみたいなものだったけれど、やはりという感じだ。俺は畳みかけるように言った。院長、改めて申し上げます。我が社の薬が高価なのは、研究コストの分、やむを得ずそうしているだけです。そこには、患者さんを守るべく、研究チームのみんなのあらゆる知恵と努力が、この一条に込められております。それが、今この時点でも理解しきれていない、患者さんのことを第一に考えられない、そんな人をトップに要する病院に下ろす分は、あいにく持ち合わせておりません。とはいえ、悪質ジェネリックのせいで苦しんでいる患者さんを放っておけませんから、ひとまず当面の分はお渡しします。後日、きっちり 100% の代金をいただきますので、そのつもりで。院長はその場で力なく崩れ落ちた。目先の金に目がくらみ、大切なものを見落としてしまった男は、この日を境に悲惨な末路を遂げることになるのだ。その後、あの総合病院は、ろくな承認も得ていない粗悪な医薬品を投与させたとして、責任を厳しく問われ、多くのメディアで取り上げられる事態になった。死者が出なかったのが不幸中の幸いだが、一歩間違えれば、あの病院を皮切りに、あちこちに広まった悪質ジェネリックのせいで、日本中大惨事になっていた可能性もある。本当に心の底から安堵した。あの薬は回収命令が出され、もう国内には一錠も残っていないようだ。芋づる式に判明したことだが、あの院長はこの件の他にも人員を限界以上に削って過剰労働を強いたり、
先行医薬品を希望する患者に無理に安価なジェネリックを推し進めるよう医師に指示していたりといった過度なコストカットを推し進めて金を浮かせて私腹を肥やし、しかもその金で賄賂を渡したり違法賭博までしたりとやりたい放題だったらしい。それらがまざまざと白日のもとにさらされ、病院はすっかり悪評高いものになってしまった。あそこにいた無関係の医師や看護師が気の毒でならない。院長の行方はもはや押して知るべしで、いつかのニュースですっかりやつれた様子で自宅から警官らと一緒に出てきたのが最後に見た彼の姿だった。一方、我が社の薬は安全性にこだわった薬として再び注目され、世界中から注文が入るようになった。まあ、薬というものは安全が大前提なので、よくよく考えるとその評価も変な気がする。結局、当たり前のことを当たり前にやっているだけなのだ。そういえば、他にもこの薬のジェネリック品を作ろうとする会社が現れたが、やはり作るのにあの難所を技術的に乗り越えられず、今は唯一うちの会社しか作っていない。このままなら利益を独占できるが、俺はその技術を惜しみなく披露した。大学や病院で講義を開き、他社の技術者たちにあの薬の製造法の干渉を伝え、どんどん後発医薬品を作ってもらうよう働きかけた。目先の利益に溺れ独り占めをしていたら、次は俺があの院長のようになってしまう。技術は世の中のためにどんどんシェアしていくべきだ。それによって取引の縁もできて業績を拡大できたりしたので、やはり画電飲水のやり方ではどこかで行き詰まるのだと分かった。俺が目指しているのは、病気で苦しむ人が一人でも減る世界と、父と母がいつまでも元気な顔を子に見せる家庭だったのだから、やはりこれが正解なのだろう。しばらくすれば、今度はしっかりと国から承認を受けた本物のジェネリック医薬品が出回り、助かる人や家計や病院も増えていくはずだ。その頃には、俺たちはまた別の病気に立ち向かい、新しい薬を開発しているのだろうけれど、なんて話を先日帰国した川谷さんと交わしたんだ。おかげさまで、今じゃ休んでる暇もないバタバタ生活で情けない限りです。ははは、倒れた自分を治す薬なんて作らないようにね。川谷さんも相変わらず忙しいみたいだけど、こうして帰国した際は互いに連絡を取り合って食事して、思い出話に花を咲かせている。お父さんが亡くなってしまったのは残念だったけれど、あの人の命のおかげで、君がお葬式の日に言っていたような世界中の患者を救える薬ができたんだねと、川谷さんが感慨深げに言った。俺は少し考えて、フォークを皿の上に置いて答える。世界中の人を救うか。正直、今はそんな気持ちはどこかに置いてきた感じです。というと、結局、人一人のできることなんて大したことなくて、世界中の患者さんを助けるなんて夢みたいな話だったってのを、あの件が落ち着いて以降、ひしひし感じています。俺にできたのは、多分命を一つ二つつなぎ止めた程度だろう。世界中の病を治すなんてのは、それこそ世界中の医師や薬剤師や看護師、病院、製薬会社、その他諸々が手を取り合って初めて実現できるかどうかだから、一人でやろうなんて傲慢にも程がある。だから、ローコストのジェネリック医薬品も必要だし、世界を救うのはそっちに任せる。そして、たくさんの小さかった俺が、たくさんの父さん母さんと一緒に、たくさんの笑顔を作って大きくなっていく。そのほんの些細な手伝いができれば、自分はそれで十分です。あんなに泣いていた子が立派になったね。川谷さんは目を細めてそう言ってくれた。少しだけ視線が上向いている。ひょっとしたらあの時俺の後ろに
父でも立っていたのかもしれない。この業界に身を置いていると、いろいろな立場や思惑が絡むけど、結局自分たちの最大の目的は、患者さんにとってなるべく負担少ない形で確実に病気を治してもらうことだ。だから、俺はこれからも一人でも多くの患者さんの命を救うため、日々やれることをやっていこうと思う。さて、今日も研究していこうかな。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。